皆さん、こんにちは。漫画家の下戸慎はい、です。えつくんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はですね、はい。色の超初心者向け塗り方について説明していきたいと思います。何超多くね。いや、本当に。っていうのも今回はですね、今こちらに並べてあります、コピックっていうマーカー使っていきたいと思います。まあ、めちゃくちゃ有名なので、皆さん聞いたことあるんじゃないかなと。基本みんなこれ使うよね。まあ、一番最初に、アナログで色を塗る。で、ちょっとお絵描き進めていくと、こういうアルコールマーカーに出会うんじゃないかなと思うんですけども、もちろんコピックでもいいし、コピックまだ持ってないよっていう人は、100均とかに出てるマーカーとかでも似たような色味を見つけてもらえれば、今回と私たちと同じように多分できると思うので、よかったら今回はね、見ながら一緒にやってみてください。じゃあ、それでは早速やっていきましょう。じゃあ、早速やっていきたいんですけども、今回は色がいっぱいあったらわけわかんなくなっちゃうじゃん。なので今回はあえてもう5色でしか塗らないと決めます。もう決め打ちしてるわけ、ね。決め打ちしたらもう5色しか今回は使わないです。初心者は5色でいい、もう。あ、これ、めっちゃ言ってるやん、もう。初心者は5色が使えれば十分ということで、5色で特に色も決めてきましたので、今皆さんに色を説明します。コピックなら同じ色買ってもらえばいいし、他のマーカーなら似たような色味を探してみてください。まず、これですね、肌色に使いたいなと思っている、肌の部分に使いたいなと思っている色が、この E000 と YR01。で、髪の毛は2パターン S 君と私で用意しました。まず私が茶色っぽい、オーソドックスな髪の毛の色塗りたいなと思うので、YR24 と E25 っていうのを用意しました。で、S 君の方はちょっとポップにブルー系で塗ってもらいたいなと思ったので、BG01 と B04 っていうのを用意しました。で、最後に全体的な影とかに使えそうな色として、BV000 っていう紫の色も用意しました。じゃあこの5色でしか今回は塗っていきません。じゃあ S 君は見よう見まねで私の説明を聞きながら塗っていってください。同じように塗れるってことでしょ？そうです、そうです。まずはですね、E000 をって持ってください。はい、E000 来ました。はい。で、私今回5色って言ったけど、1個忘れてはいけないのが、白っていう色が塗らなければ発生するってこと。なので、あえて今回は塗らないっていうことも意識します。ただ、初心者の人がなんかうまくぼかしやグラデーションをかけて塗ってくるのは難しいと思うので、まず塗らない部分は指定します。上から光が当たってると前提して、鼻の上のところあるじゃない。ああ、ここね。いいですか？ここのところだけをひし形にこうやって形を取る。で、もう塗ってきます。あとは全部を。はい、全部塗ってってね。大きくストロークを作るとムラになりやすくなっちゃうから、なるべくは細かいようなストロークで素早く塗っていくのがおすすめ。次はこの YR01 を持ちます。YR01 ね。ただですね、この時ですね、もう一回この E000、いつでも取り出せる状態にしといてください。いいですか？どこ行ったかどこ行ったかにならないように。じゃあこれで YR01 で今度濃い影になる部分を塗っていきたいと思います。で、まずはこのさっき鼻のとこしっちゃ抜いたじゃない？その縁のこの矢印のここの三角のこの縁あるじゃん、ここにピッて線入れてもらって、ここからこういう形でもう一個四角で塗ってください。はい、よ。で、あとは大きく前髪の下の影を落としていきたいので、前髪のこの縁に沿って。ちょっと待って、ない俺。じゃあこの前髪のこの下のところでいいね、この下のところで。下？あ、そういうこと。だいぶ髪の毛の方にはみ出したね。だって縁って言うたやん。で、あとは、さらにこんな感じで髪の毛の自分が影になるなと思うところを塗ってってください。それで、ちょっとくっきり線が分かれちゃったなっていう人は、もう一回ここで、E000 出してもらって、もう一回この YR を塗ったところの端の方の縁をこう、もう一回上から塗らしてあげます。そう少しボケるから。上をもう一回塗ればいいの？塗ってもいいし、塗んなくてもいい。なんかこう、ちょっとぼかしたいなってところをもう一回なぞってあげると、ちょっとボケる線と線の境界線が。で、次ですね、この紫。BV000 で、ちょっとだけ、首の下だけ、この紫の影も入れてあげよう。そこに入れるのね。で、肌の上にのせると血色悪くなっちゃうから、あとは本当に濃い影が落ちるなと思うとこだけを少し入れてあげる。
次髪の毛を塗っていきたいと思います。で、髪の毛は、さっき選んだ、私だったら YR24、S 君だったら BG、薄い方です、とにかく。薄い方で塗っていきます。で、今回も白を抜くことを意識したい。で、本当は髪の毛のツヤなんでギザギザに塗っていきたいんだけど、ツヤっぽく。多分初心者の人それ難しいので、こういうもう円形の光を取りたいと思います、今回は。円形のハイライトをね。なので、まずは頭の上の部分を、こういう風な線を入れて全部塗っちゃってください。上を塗っちゃえばいいってこと？で、ごめん、サクサクいくね。ちょっとこれだけだとつまんないから、深みを見せたいのね。だからこの濃い色で、この縁のところをこうちょっとなぞる。なるほどね。スッと線を入れる。で、ちょっとだけこういう風に線を入れたりしてみてほしい。わかった。ちょっと切るわ。じゃあどんどんいきますね。じゃあ次は前髪の方の下の方もこういう感じでさっきと同じように縁を取って一回全部塗っていきます。この時ちょっとハイライトみたいな感じで白く塗らないところを取ってもいいよ、毛先とかに。で、同じように今度はさっきよりもより太くこの境界線のところに黒い色を一色入れてあげる。で、もう一回この縁をこっからなぞってぼかしてあげる。そうするとわりかし綺麗なこの黒い部分から白くなって抜けていく境界線ができたんじゃないかなと思います。こんな感じで他の部分も全体を塗っていきます。はい、今なんとなくのハイライトが取れたと思います。じゃあ今度この後さらにもう一トン濃くなるところを濃い方で塗っていきます。で、そこがまあどこか暗くなるかまだ自分で影考えてほしいけど、まあ基本的にはこの首の後ろのところの毛あるじゃない。ここ一回全部黒いので塗っちゃって大丈夫。という感じで今髪の毛のツヤが取れました。さっき用意した紫あるじゃない、これ色が正直合うか合わないかにもよるんだけど、もしかしたらこの首の後ろとかに紫足してみてもいいかも。ただ紫の方が薄くて色抜けちゃうことがあるかもしれないからわかんない。私もこれやってみてだな、色のバランス。じゃあ次、髪の毛を使ったもうペンで目も塗っていきます。でも目を塗る前に先にね、眼球を塗りたいと思います。紫出します。で、このまぶたの上の部分をこのハイライトの白いところ以外を除いて塗ります。なる。わかった。で、ついでにもう襟今回白にしようと思うので、襟に落ちる影も塗っておこう。じゃあ最後目の中を塗っていきます。本当はね、ここもっと違う色で塗った方が絵は良くなるとは思うんだけど、みんな今回はもう5色だし、全部髪の毛と同じ色で塗ろう。で、まず薄い方を取ってください。この目は塗り方は正直ね、自由なんだけど、その人その人好きなデザインがあると思うから。とりあえずはまず薄い方で、上の方から塗ってって、下の方に行くにつれて力をスススススス抜いていくようなイメージ。はい、こう下の方にちょっとだけこう白を残してあげると可愛いんじゃないかなと思います。あんま残ってないな俺の。で、さらに黒い方でもう一回、今度黒い方でこの瞳あるじゃない、黒い部分、ここの辺りをもう一回くるくるくると丸く塗ってあげる。今度はさっき塗った下の薄いやつを半分残すようなぐらいで上の方から塗ってあげる。なるほどね。もっと綺麗にグラデーションかけたい人は薄いやつでさっきみたいにもう一回上からこれなぞってもいい。これをぼかしてあげて。了解。はい、ということで基本的な塗りはこれで終わりです。でもここでコピックでの工程は終了なんだけど、最後にもう一手間やりたくて、そのためによかったらみんな家にあれば色鉛筆持ってきてください。で、色鉛筆でこれはすごいいっぱいいろんな色があるんだけど、120色あるからな。オレンジからピンクに近い色を一つ選んでみて。はい、じゃあなんかこうピンクっぽい色を用意しました。ですごく初心者の人はこう本当はほっぺとかにチークっぽいのを入れたいんだけど、コピックでやるとすごくうまくにじませないといけないから難しいんだよ。だからあえてこの色鉛筆で
でちょっとほっぺとかに赤みを足していきたいと思います。力抜いて薄く、本当に力抜いて薄くでちょっとずつほっぺにこう色をくるくるのせてってください。ただこれ力抜いてね、濃いやつでやっちゃうともう取り戻しつかなくなっちゃうから、弱い力で始めてください。すごく撫でるように、本当に髪の表面を。あ、可愛いよ。合ってんのか分かんない。ある、可愛いよ。まあ見にくいけどな。まあこれ好みだね。唇とかにも乗っけてあげてもいいと思う、色。なる。ただ化粧した感じの雰囲気出るから好みだね、これをやる人の。みんな手込んでんな。どういう、がっつり唇にいったあ、でも可愛いエースくん。目の縁とかもちょっと乗せてあげても可愛い。シモスってよくデジタルの時やるよね。なんかこのキラキラみたいなやつ乗せない？ここの上のところ。ちょっとエースくんさ、弱い力でってのもう忘れてないすっごい強い力でゴリゴリという感じで今回完成です。ちょっとケバくなっちまった。でもエースくんすごい可愛くないいいね。オレンジ似合うね、この子。チークとかリップが青にしたからじゃない？で、かけたじゃん。で、最後の最後に今やったこの色鉛筆とかね。だから最初にペン入れしたペンでいいや。はい、エス君どうぞ。で、私も黒ペンとか一番あかんよ、俺。ペンで、この辺にサインを書くのよ。シャシャシャって。シャ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 。俺の絵じゃねえし。とりあえずこう、署名入れて署名。ほら、もうこれだけでなんかすごいかっこいい絵できたよ。ここよ、これがあるだけで。なんかアナログの絵にサイン入ってるとさ、めちゃくちゃかっこよくない？俺が描いてないけどね、これ。なんか一点物じゃん、アナログの絵って。っていう感じで今回は初心者でもすぐ真似できるコピックでの色塗り講座でした。じゃあこれ誰かにあげるわ、俺の。俺書いてないけどね。なんかさ、でもエス君もなんか見よう見まねだったから、まだちょっと難しさ、このハイライトの取り方とかはね。でもいつもよりも色がどちらからず、でもクオリティ高くできたんじゃないか。選んでもらってるからね、色をね。まあ今回5色でしかほんと使ってないので、まあプラス色鉛筆使ったけどね、最後に。これならね、みんなほんと初心者の人も始めやすいんじゃないかなと思うので、よかったら画材屋さんとか行ってね、コピック買うときに色味の参考とかにもしてみてください。あと最後に、画材の紹介でし忘れちゃったんだけど、紙ね、紙。これね。紙大事なのよ、実は。やっぱコピックとかアルコールマーカー使うときって、やっぱ紙によって発色の仕方が全然変わっちゃうので、よかったら家にあるコピー用紙とかよりかは、こういう専用のペーパー、これをコピックペーパーっていうのね。で、私が使ってるのはこのカスタムペーパーってやつ。まあいろいろ画材屋さん行くといろんな紙売ってますので、よかったら紙もこだわってみてください。なるほどね。これいいもんね。きれいに見える。ということでよかったら皆さんもやってみてください。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまたこの動画でお会いしましょう。漫画家の下戸慎と。バイバーイ。